ボンジュールでもこんにちはでもネーバズ栄へようこそ。パーソナリティサラです。香りです。フランス留学まであと38日。わ毎回およそ15分、私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラムとなっております。お。危ね、ちょっと噛むところだった。ちょっとね、久しぶり感がね、そうだね。あったかもしれないですけれども、ね、いよいよ38日と38日なりましたが、最近はどうお過ごしでしたか、お姉様は。最近は私は、そうですね、もう、あと私は引っ越し、この、今部屋から撮ってるんですけど、この部屋ともあと1週間の付き合いなので、だいぶ今、こちら側は今ようやく綺麗にちょっとお花とか並べたりしてますけど、裏は今段ボールとかいろいろ処理したりとかしてます。世界をね、表してます。世界を表してるんですか？はい。世界だって綺麗な面と汚い面がね、ありますから。そういうこと？はい。この部屋は小さな世界です。すいません、何の大それたことを、すごい世界を集約していただいて。世界を集約して、その綺麗な側にいる努力をしようねという私たちの誓いとなっております。なるほど。はい。まあ、確かに、じゃあ晴れの舞台ではちゃんと綺麗に撮れるように頑張ります。させていただきたいですし、今回顔を合わせて撮るのが日本では最後になるんじゃないかなと思ってますね。そうですね。香織さん。はい。香織さん。香織さんがね、今週でも本当にドタバタとしてるみたいですけど。そうですね、ドタバタとしていて、ね、サラがあと1週間でお引っ越しって言いましたけども、私はもう今、家なき子ですから。本当ですよね。そう、部屋なき子としてサラの部屋に1日ね、居候させていただきまして、そのおかげでこうして素敵なお部屋でポッドキャストを撮らせていただいてますけども、こんな段ボールに囲まれた生活の中で。いや、それは見えない世界。あ、そっか。綺麗な世界にいさせていただきながら、ポッドキャストを撮り、そしてそれまでの間に、私はビザも取り。おめでとうございます。はい、よかったね。本当によかったね。ビザもね、学校の合格をいただいてからもね、いろいろとしたいろんな作業があるねの大きな一つのね、代表的な作業としてビザを取るがあります。はい。大変なことでしたね。そうですね。やっぱり先輩のどういった作業がありますかっていうのをまとめられているブログがありまして、そのブログをいくつか拝読をして、はい。で、それが最新の情報かを確認をしてっていうことになりますけど、私はこの1週間で、フランス大使館の方に行きまして、でそこで面接というか、申請をして、で、ビザが発給されたっていうところのことをやってきたんですけど、大きくね、2つありますと。大使館に行く前にキャンパスフランスという、受験、大学だったり、大学院だったりを受験した人が、ビザを申請するファーストステップとして登録を行ったり、ね、面接を行ったりっていうことがありますと。はい。それを最近、サラもね、やりましたよね。先週ですね。ね。一回得て。そうです。はい。どうでしたか？なんか仕事の面接チックじゃなかったです。なんか結構ね。そうって聞いてたんですけど、多分本当に担当者によるのかなと思ってて、私どっちかっていうと本当に朗らかな感じの方で、CV とか今投影しながら話していただいて大丈夫ですよ。はい。で、本当になんかサクサクいって、じゃあ最後、じゃあ終わりですって言われてから、日本人の方だったんですけど、すごいやっぱりフランスにすごい長年住んでそうな方だったから、思わずもう食らいついちゃって、すいません、最後に一つ質問いいですか？あら、いいとこですよ、あなたの。本当ですか？もうちょっと質問して、相手もすごいびっくりされていらっしゃった感じだったんですけれども、フランス語の勉強された大先輩として質問させていただきたいんですけれども、あと残り私1ヶ月程度、1ヶ月半ぐらいなんですが、あと1ヶ月半で何を勉強したらいいですかって言ったら、ラジオをちゃんと見て耳をまずは慣らしていくのがいいことでしょうっていうのが一つと、あとは1から100までのフランス語をもう分かるようにしておきなさい。数字ですね。数字ですね。そうですね。ここで長くしてしまってもあれかもしれないんですけどね。フランス語の数字、意味わかんないんですよね。わかんない。どうなっちゃってるの？難しい。うん。ただ、一つ面白かったのは、要はなんか 20×3 で60みたいな考え方がある
で、数えていくんですよね。で、そういうルールね、わかりました。じゃあ 20×4 で80ですね、とかって言ったら突然また違ってくるみたいなことがありまして、で、ちょっと、我々混乱してるんですけども、それなぜなのかって調べると、フランス語が成り立つ上での歴史的背景が絡んでたりだとか、最初ラテン語から来て、で、フランス語になっていく過程で、いろんなその民族の融合があったりだとか、そういった形で数の数え方にも影響してるんだっていう、ちょっと詳しくはですね、私も覚えきれませんでしたので、調べていただきたいんですけど、やっぱ言語は歴史なんだなっていうことを、学んだりする、そんな日々でございますけども、何が言いたいかっていうと、はい、私たちの最近のこの1週間のアップデートとしては、サラさんはキャンパスフランスの面接を受け、そうですね、受けて、あとはキャンパスフランスの何ですか、キャンパスフランス主催する、この夏から留学する人たち向けのセミナーみたいなのがあったんですよ。なんかメールでお誘いいただいて、で、参加したんですけど、結構やっぱり1年先の先輩方が、日本でどういう準備したのかとか、何が大変なのかとか、結構ヘッズアップをしてくださる会だったんで、すごい有益だったんですよね。ちょっと、細かいところとか、ちょっと後で香りにも伝えたいところややあるんですけど。ぜひ、お願いしたい。ダイジェストで言うと、なんか、あっちに行って意外と情報があるものって、洗濯用のネットとか、あとお味噌汁とか持っていきなさい。お米はあっちにあるからいらないよとか。だから本当に生活上で困るかもしれないティップスとか、生の情報をもらえたので。もうね、いよいよその差し迫った私たちあと38日って言いましたけど、その人にぴったりの情報をそうですね、届けていただいた。そう、ありがたい。で、結構、あとは参加者からの質問もすごい殺到してて、9月1日から授業始まるんですけど、家が見つかりませんとか、難しい。そう、結構ね、大変な人、本当に大変そうな質問とかもいっぱい来てて、みんな同じ苦労してるんだなと思いました。そうですね。もう家問題、ね、あとお役所の手続き問題、ビザ含む、銀行口座開設とか、ね、なんかもうそのお役所の手続きとかお家の手続きっていうのが体感、まだね私たちも分かってないとこあると思いますけど、やっぱ体感、やっぱ日本で慣れてるもんでっていうので、よりペーパーワークが多いのかな。なんかちょっとステップが違ったりとかするので、とても面倒だったり、家の審査がちょっと厳しかったりとか、特に税金ちゃんと払ってますかとか、フランスのね、払ってねえよって話なんですけどこれから行くんだからっていうね、ところも含めて、行ってからね、学ぶところも、このね、ポッドキャストで、ね、共有して、キャンパスフランスの、今回サラが言ったもので得たのと、それ以上ぐらいの情報を皆さんにそうですね、還元できたらいいななんて、そうしましょう。そう思いながら、後から続く方々がなるべくもう本当に準備することがたくさんあるから、なるべくその負担を軽減できるような情報を伝えていきたいですね。はい。そんな形で、もう我々の1週間のアップデートで15分経つんじゃないっていうぐらい喋っちゃいましたけど。10分ぐらい、大丈夫。ね、3分の2をアップデートに当てさせていただきましたが、結構私たちのね、本日のトピックも関連性があるっちゃ関連性があるかな。そうですね。今回のテーマは、フランス留学準備でよく聞かれる質問集の後編です。後編です。はい。先週ね、汗かきながらテラスでお話ししましたけれども、大変でしたね。はいね、初の試みで、一つ良かったのは、外気持ちいいね、暑いけど。で、二つ目、ちょっとやっぱサイレンとか入っちゃうから、やっぱりちょっと一旦室内で。そうですね。その音の問題もあるし、あと私が最初に申し上げた温度の問題もあるし、そうですね。予期せぬことがやっぱり屋外だと起こりがちっていうのもありますと。で、何も考えずに外で撮りたいねっていう感情ベースで先に物事を決めちゃう私たちですので、なんとですね、スマホを、ガムテープで縛り付ける。もう外壁に、バッ、ペッペッペッっ
。いいだろうと。固定されてる、なんかできちゃいましたけど、はい。ね、楽しい回になりましたけどね。楽しかった、楽しかった。そうですね。結構友達が、私たち2人がこう、和気あいあいと外で喋ってるところを後で写真撮って送ってくれたことが。ねえ、面白かった。楽しかったよね。写真は写真でよかったですし、この一つ前のエピソードを見ていただいた、聞いていただいた方だったら分かっていただけるんですけど、あれこれ話してるのと、この動画と合ってないんじゃないって合ってないんじゃないっていうのは、その口とね、ムービーが完全には一致してないんじゃないって思う方、もしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけど、それはですね、やっぱムービー取り切れないんですよね、熱くて。途中で、なんかオーバーヒートをしちゃって、画像が途切れてしまったんですよね。で、音だけは、このパソコンで撮ってるから大丈夫だったんですけど、途中から、写真に差し替えさせていただきました、今回。そうですね。はい。それもそれで素敵な、場所も素敵ですし、編集が素敵なので、いい感じにまとめていただきまして、はい。というところで、前回が前編で、なぜフランス選んだのとかね、お金問題とか、はい、いろいろ話させていただきましたけど、今回はどういったところから話したいですか？5トピックぐらいかな。そうですね、5トピックぐらいあるので、じゃあちょっと順を追ってまた話していきましょうか。これもちょっと今前段でも話してたんですけど、渡航前ってどんな準備をしていますか？そうですね。やっぱり大きなところで言うと大丈夫ですか？植物を痛めつけて。殴っちゃったね。ごめんね。素敵なところで話してるんですけど。殴りがち。そうなんですね。どこまでどんな準備してるのっていう話で言うと、大きなところで言うと、やはり先ほども出ました住居、ビザ、はい。あとは、なんだろうな、学校に支払うお金。そうですね。デポジット、学費、あと私の場合は寮に入るので寮と、あとは必要最低限の一番最初のスターターキットみたいなのも買えたりするんですよ。フォークとか必要最低限の必要なものと、あとは行政手続き何でしたっけ？グランゼコールの大学に行くってなると、どうしても払わなきゃいけないものとか。そうですね。私たちが2人ともグランゼコールにという、フランスの中で、高等専門学校のくくりで政府から認められている、一応、由緒が正しいですよっていう学校に行かせていただきますと。で、そうなると払う、アルファベット4文字の忘れとるやないかいって話ですけど。C キャットみたいなちょっと。CVEC だったかな？なんか近いね。近いね。はい。ちょっとごめんなさい。今、ググらせてもらって。すいません。ありがとうございます。すいません。いいですかね。一応ね、はい。それをお支払いをしないといけないんですよね。はい。あとは、そうですね。他にも、学生の福利厚生というか、学生割で使えるようになるサービスの案内とか、あとは大学の公認のキャリアセミナーみたいなやつのご案内とか、あとはマイクロソフトのいろいろ必要なシステム周りのお誘いとか、いろいろメールがバーってメールボックスに今いろいろ来てます。そうですよね。そうですね。今、すいません、ぶった切りましたけども、CVEC でした。CVEC。そうでした。CBEC ですね。なるほど。CBEC です。はい。はい。そちらを学校にお支払いする。で、サラが言ってくれた、実際の勉強を始める上での手続きというか、準備を行うっていうところかな。なので、何してますかを振り返ると、まず住む場所。これはサラは学校の寮になりますけど、住む場所。で、ビザの申請。はい。で、3つ目が学校に入学前のその準備。学校からこれ準備しなさいとかって言われるものの中に、お金もありますけど、はい。何を買うべきかみたいなところも含めた準備。はい。そこになってくるかな。あとはもう細々した、海外保険とか。そうですね。銀行の口座開設しますとか。クレジットカード作ります。そうですね。あと住居に関連もするかもしれないですけど、これついてからになりますけど、お金かつ住居関連で言うと、CAF という、CAF という、なんだろう。
家賃の数十%は返してくれますよみたいな、その手続きもついてすぐやろうかなと思っていて、でそのためには銀行口座がいりますとか、なのでいろいろやることがあるんですけど、じゃあそのためには何をしないといけないっていうトーナメント戦勝ち抜きみたいな確かにな形になるので、じゃあ大きなタスクをブレイクダウンすることもですし、じゃあ大きなタスクだと思ってたものをやっていく上でその前にしないといけないってことが順序がちょっと日本と違ったりするので、そういったところに面食らいながらもやっていくと。そうですね。でこの大きいところで言うと住居とビザのね半分ぐらいまで私たち両方終わってますよっていう話になるので、あとはもう並行してもちろんその渡航の準備も必要なんですけど、こっちの日本の生活のラップアップとかもなかなか時間が割かなきゃいけないから。そうですね、冒頭の私たちのアップデートのところで1日私サラさんのお家に居候させてますって申し上げましたけど、ソーシャルアパートメントでパーソナルスペースで言うと、ワンルーム 7. 点何畳ぐらいですか、中にある荷物を、廃却したりだとか、実家に送ったりだとか、人に譲ったりだとかっていう細々したところでもね、時間もかかりますし、あとはね、お仕事のね、ラップアップも時間がかかりますし、っていうような感じで、そうですね、時間なりお金なりを。あとはやっぱりお世話になった人たちへのお礼回りとか、そういったところ。あと重要なとこ忘れてました。日本を出る上でのお役所手続きもまだ残ってますね。そうなんですよね。具体的に言うと、海外提出届を出しますであったりだとか、住民票を日本から抜きますだとか、税金の支払いの代理人ですかねを決めます、であるだとか、必要に応じて国際免許の発行をします、だとかっていうところですかね。そうですね。あとは運転免許の執行とか、やっぱり滞在する期間中にどうしても発生するであろうものとかを先回りしてやんなきゃいけなかったりするので。そうですね。国内の自分の口座に入っているところから海外送金をする上での不備がないようにしておくとか、そういろんな残タスク、出る向こうでの生活のための準備と、日本のラップアップのための後始末系のこととか。そうですね。いや大変。でもところかな。大変だけど、楽しい生活のためにはね。そうですね。自分たちで選んだっていったところがあるので、そこを、そのサラと協力をし合いながらやったり、同じソーシャルアパートメントの子たちに協力を仰ぎながらだったり、すでに留学されている先輩たちの先人の教えを、本当にありがたい。そう見させていただいて聞いてとかだったりですか？そうですね。そんな形で。といったところで、今回はここまでにいたしましょう。ネイバーズサカでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、ネイバーズサカ@gmail.com、ネイバーズサカ@gmail.com です。Spotify、YouTube、Podcast など、番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いします。はい。お腹が空いていろいろと失敗もありますけれど。はい。それではまた金曜日、来週の夕方5時にネイバーズサカでお会いしましょう。ここまでのお相手は香りとサラでした。おばばー。すいません。すっごい変な声入って